日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は初級の教科書に出てくる家を出るという表現について考えます。この家を出るは家から出ると何か違うのでしょうか？違うとすれば、このおとからはどのように使い分ければいいのでしょうか？今日の動画を見ればもう迷うことはなくなりますよ。まず家を出るのおはちょっと特殊なおですね。普通はおというのは動作の対象、つまり目的語を表す助詞として知られていますね。例えばコーヒーを飲むとかケーキを食べるなどですね。でも今回のおは起点を表す助詞です。ちなみにこの特別なおの使い方についてはこちらの動画も参考にしてください。そしてからという助詞も同じように起点を表す助詞なので、この2つは結構混同されやすいんですね。では次の文はおかからかどちらを使うのがいいと思いますか？彼は自転車で大学何々出た。これは物理的に大学という場所を離れて別のところに移動したということを表しているので、からを使ってもおを使ってもどちらでも大丈夫です。ただどの部分を強調したいかによっておを使うかからを使うかが変わってくるんです。では次のような文の場合はどうでしょうか？彼は去年大学何々出た。これは大学という物理的な場所から離れたというより、どちらかというと大学生活を終えて別の生活が始まったという意味ですよね。物理的ではなくて抽象的な意味が強いので、大学を出るの方がいいですね。この場合の大学を出るというのは大学を卒業するという意味になります。ですから抽象的な意味の時にはおを使うっていうことを覚えておいてください。では次の文はどうですか？私は毎日8時に家何々出る。もしこの文で特に強調したいことが家というこの物理的な場所から離れることではなくて、家での活動を終えて次の活動、例えば仕事に向かうということが始まるということが言いたいならどうでしょうか？その場合は家を出ると言います。この家を出るという行動は物理的な意味だけではなくて抽象的な意味を持つことになりますので、家を出るということの方が多いんです。では次のような文はどうでしょうか？私は21歳の時に家何々出て東京に引っ越した。これも家という物理的な場所から離れたというよりも独立して家を離れたという意味が強いので、家を出るといった方が自然です。この家を出るという言葉にはもう一つの意味があります。それはまだ成人していないのに親と一緒に住むのが嫌になってこっそり外に出て生活を始める場合です。そういう場合も家を出るとか家出すると言います。これは物理的に家から離れるというより心理的に家族を離れるっていう意味になりますので、おを使う方が自然なんですね。このことからわかることは、このおを使うとただある範囲から出る
というだけではなくて、ある場所を出てからも移動や活動が続く感じがするっていう点です。多分家出した若者は家での生活を終えて、今度は友達の家とか恋人の家などで別の生活をしますね。このように「を」を使うと何らかの移動がその後も続く感じ、何らかの別の活動が待ち受けているっていう感じがします。では次の文はどうですか？次の文は前大統領についての文です。彼は先月ホワイトハウス何々去った。この文は実は物理的にホワイトハウスっていう場所から離れたというよりも、大統領という仕事を辞任したという意味の方が強いかもしれませんね。大統領としての生活が終わって別の生活が始まったっていうことを表す文なんですね。ですからホワイトハウスを去るっていうのと大統領を辞任するというのはほぼ同じ意味になりますね。ちなみにちょっと脱線しますが、前大統領と元大統領の違いを知っていますか？前大統領というと前期、一つ前、直前の大統領のことです。でも前大統領よりももっと前の大統領は皆元大統領と言います。ですから元大統領はたくさんいますが、前大統領は一人しかいないっていうことになりますね。では次の文は地震や台風など非常事態の時に救急隊員が叫んでいる場面です。危険なので家何々出てください。これは家から出てくださいですね。ここで言う家はただの物理的な範囲のことです。そして家から出た後継続して移動するかどうかはこの文だけでは分かりません。ただ救急隊員はこの範囲の外に出るようにと指示しているだけですね。ですからこの場合は家から出てくださいのようにからを使います。次の文はどうですか？蛇口何々お湯が出てきた。このお湯っていうのは生物か無生物かというと無生物ですね。意思がありません。こういう無生物が主語になっている場合は蛇口からお湯が出てきたのようにからを使います。蛇口から出てきたとは言えますが、蛇口を出てきたとは言えませんので注意してください。じゃあ次の文はどうですか？その話を聞いて目何々涙が出てきた。これはもしかすると人間の涙なので意図的なものかなと思ってしまうかもしれませんが、ここで言ってる涙というものも自然に出てくるものですね。意図的に出すものではないので自分でコントロールできないものです。ですから目から涙が出てくるが正しいです。さっきの蛇口のお湯と同じで、この場合もある場所を出てくるとは言えません。無生物の場合はある場所から出てくると言ってください。じゃあ次の文はどうですか？給料が低いので今の会社何々辞めたい。ここで辞めるというのは自分の意思です。自然現象ではありません。またここでいう会社というのは物理的な場所というより抽象的な組織のことなので、会社を辞めるというのが自然ですね。このように会社を辞めるとは言えても会社から辞めるとは言えません。このように出る以外の動詞では
やめる、抜ける、卒業するなどの言葉も同じルールが適用できます。ここでさっき出てきた救急隊員の言葉に外へをつけた場合どうなるかを考えてみましょう。危険なので家何々外へ出てください。出るという動詞の前に目的地がはっきり示されている場合もからしか使えません。ですから家から外へ出るになります。この場合 A から B へ出ると言ったり A から B に出ると言ったりできます。この A と2の違いについてはまたこちらの動画を参考にしてみてください。この場合の家は起点、外は着点、目的地ですね。この起点と着点が同時に示されている場合はからしか使えないんです。例えば家を外へ出てくださいとは言えないんですね。ですからこれまで出てきた文の中に家を出る、会社を辞めるなどがありましたけど、これらは動詞の前に家とか会社など起点しか示されていませんでした。もちろん動詞の後に目的地や着点が出てくる場合はをを使っても構いません。例えば家を出てアパートで一人暮らしをするとか、会社を辞めて海外留学に行く。動詞より後ろの部分に次の目的地、次の場所が出てくる場合はを使っても大丈夫です。はい、では最後に復習してみましょう。やっとヤクザの組織何々抜けることができた。これは組織を抜けるですね。この組織っていうのはどちらかというと抽象的な単語です。そしてこれは自分の意思でやったことなので、組織を抜けるというのが自然だと言えますね。他にも教科書では詳しく教えてくれない、でも日本語学習にとってすごく大切なことをいろいろ発信しています。見逃したくない方はチャンネル登録をお勧めします。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。